レッド・ツェッペリンが残した最も危険な5分30秒。それは計算と制御不能な偶然が衝突した奇跡の記録だった。1969年、ロックの概念を根底から覆した伝説の一曲が産声を上げた。レッド・ツェッペリンの胸いっぱいの愛を。この曲には現代のクリーンなデジタルレコーディングでは決して到達できない泥臭くも神がかった狂気が宿っている。1969年4月、ロンドン郊外のバーンズオリンピックスタジオナンバーワンのドアが開いた。当時のロンドンで最も録音環境の整ったプロフェッショナルのための空間だ。しかしジミー・ペイジがそこに持ち込んだのはプロの礼儀ではなかった。音への異常なまでの執着だった。彼は単なるギタリストではない。音の空間を支配しようとする冷徹なまでの完璧主義者だった。メインリフで鳴り響くあのえぐり取るような中音域のクランチ。ペイジ本人が後年語ったところによれば、あれはマーシャルではなくボックスのスーパービートルヘッドとリッケンバッカーのトランソニックスピーカーキャビネットから生み出された音だった。中間部のサイケデリックなセクションでは当時まだ珍しかったテルミンを導入した。目に見えない電磁波と格闘しノイズを音楽へと昇華させるその姿は周囲には狂人の儀式にすら見えたはずだ。そのペイジの狂気に真正面から応えたのがロバート・プラントだった。スタジオ録音とは本来何十回も撮り直し音程を整え感情をそぎ落とす作業だ。しかしプラントは違った。1969年の現場で全てのボーカルをほぼ一発で歌い切った。あの獣のような叫びは千年の産物ではない。野生の本能が一瞬だけ解き放たれた瞬間の記録だ。この狂気に並走したのがエンジニアのエディ・クレイマーだ。最終ミックスはニューヨークの A&R スタジオでペイジとクレイマーが2日間かけて仕上げた。2人はコンソールの前に並んだ。手動でパンニングノブを激しく回し続けた。音像が右から左へ狂ったように駆け巡るあの浮遊感は機械の自動制御ではない。男たちの手で汗を握りながら物理的に生み出したライブ感の結晶なのだ。そして音楽史に残る美しい事故が起きる。ロバート・プラントのボーカルを録音中、テープの裏側に以前のテープが漏れ聞こえてしまうテープブリードが発生した。普通なら撮り直しの対象となる。しかしこれを聞いたペイジは即座に言い放った。消すな。それにリバーブをかけて幽霊の声のように演出してしまえ。この起点によりあの追いかけてくるような不気味で官能的なエコーが誕生した。事故を排除するのではなく運命として抱きしめる。その柔軟な蛮勇こそがレッド・ツェッペリンを唯一無二の存在たらしめたのである。